砦曲がり角苦手2期の皆様、明けましておめでとうございます。ドクロマと申します。DLC、楽しんでいますでしょうか？私は先日ハルモニアを倒したばかりで、まだ全ての敵と相対したわけではありませんが、弾きがいのある敵から、弾かない方が良さそうな敵まで様々で、執行者にとっても慎重な立ち回りが要求される、実に歯応えのあるコンテンツだと感じています。そんな中でも特に噛み合うなぁと感じたボスが、そう、みんな大好き、アルトリウスです。曰く、深淵を歩く者。なんといってもそのビジュアル。気だるげな佇まいとは裏腹に、石腕から繰り出される、野生的で大胆な攻撃。少年心をこちょっとくすぐる2枚目な騎士様ですが、敵としての脅威度はさほど高くなく、純粋に弾いていて心地いいボス。そんな印象を受けました。細部まで詰め切る攻略ではなく、執行し慣れていなくとも、見切って弾く、その楽しさを存分に味わえるように。今夜弾きたいあなたへ送る、独断と偏見で各モーションへの対応方法をざっくり定めた、ざっくり弾く〇〇シリーズ。第1弾は、無印ダクソからの出張ボス、騎士、アルトリウスを弾きます。どうぞよろしくお願いいたします。この動画で述べる内容は、私の手癖もりもりの、漠然とこんな感じかなと定めた内容なので、あくまで一つのサンプルとして、はたまた8割くらいの信用度でゆるーく捉えていただけると幸いです。では早速、アルトリウスの行動から見ていきましょう。ざっくりとはいえ、3日目への門番を担うアルトリウス。なんとなく弾くよりも、行動を理解した上で弾く方が楽しそうでしたので、今回は丁寧めにモーション設計を紐解いていきます。まずは、立ち合いの基本となるコンボパーツから頭に叩き込みましょう。横切り。弾き後状況。よし。向かって左から切りかかってくる指導パーツ。見てから反応は容易なので、特別警戒する必要はなさそうです。突き。弾き後状況。よし。単発仕様もある指導パーツ。腕を伸ばしきる前から判定が発生するため、早めの弾き入力が求められます。慣れるまではちょっと苦労する印象で、少し警戒が必要な攻撃です。縦切り。弾き後状況。よし。剣を後ろに構えて縦に振り下ろしてきます。若干ディレイ気味ですが、判別は容易。口述するカウンター込みでタイミングは捉えやすいです。切り上げ。弾き後状況。よし。指導はなく、往復の副パーツ、2段目以降に使用してきます。唯一向かって右構えなので見分けやすいですが、横切りから派生した場合のみ、1回だけループする可能性があるということを覚えておきましょう。これら4つが基本のコンボパーツ。ざっくりと派生パターンを見てみます。コンボは最大3段。2段目で終わることもあれば、3段目まで続くこともあります。初動は横切り、突き、縦切りの3択。慣れるまで出が早い突きだけ警戒していれば良いと思います。横切りから始動した場合の派生は2択。縦切り派生の場合は終了。切り上げ派生の場合はループする可能性があります。縦切りの派生先は切り上げの1択。この場合の切り上げはループせず、縦切りにのみ派生します。突き指導の場合は、余ったパーツが派生先となりますが、おそらく3段目はありません。厳密に言うと、あと2つほどパーツ技があるのですが、シンプルに捉えると多分こんな感じ。特に全体像を理解する必要はなく、横切り後の切り上げはループするかもしれない。それ以外の切り上げはループしない。この2点だけ押さえていれば問題ありません。ここからは、切り分けて覚えて良い攻撃です。ダッシュ切り。弾き後状況、よくなし。交代後や中距離で品質。弾くとのけぞってしまうので、しっかり見極めたいところ。
ジャンプ避け可能な攻撃です。ダッシュ好き。弾き後状況、よくなし。唯一判断が難しいなと感じる攻撃。謎に判定が2回あり、距離に応じて判定の感覚が変わるので、発生時の距離で弾き方を変える必要があります。通常の突きと予備動作が似ているので、ための長さで判別します。狼の剣技。弾き後状況、よし。獅子切りに似たアルトリウスを象徴する前例の攻撃。無敵無効のわがままな技ですが、弾きの前には無力なり。最大3回のループ、ド密着だと、ダメージも何もない謎判定があります。先読みで駆け上がれば避けれますが、実戦非推奨の見せ場です。回転切り下がり。弾き後状況、よくなし。1回転しながら切り下がる、距離調整の斬撃。中距離技を打ちたい、という気持ちがこもった攻撃で、この後はダッシュ系の攻撃か、狼剣技を使ってきます。一応ジャンプ避けができますが、見てからは難しい印象。2回転足払い。弾き後状況、疑わし。前述の1回転と動作が似通っており、判別に慣れが必要です。予備動作がほぼ一緒で、見分けるなら、回転までの緩急や、毛飾りのなびき具合、音の違いを頼りにすると吉。見分けがつかなくても全く問題はありません。この技があえて隔離したコンボパーツなので、基本コンボの流れで使ってくる回転は必ず2回転と覚えても良いかもです。距離を取る性質はありませんが、後突き中、こちらの入力に反応して交代することが多い印象。ジャンプ避けはできなくもないくらいの感触です。飛び串刺し。弾き後状況、よくなし。距離がある時に使用。形態変化後に掴み攻撃に変化するモーションです。密着していればほとんど見ないので、第一形態では特に意識しなくて良いでしょう。周囲の深淵に太い判定があるので、弾いた方が安全そう。深淵巻き。弾き後状況、よくなし。正面外、左腕側に一度った時に使用してきます。動作がコンパクトなので反応が難しく、慣れが必要です。範囲も広く危険なので、なるべく左後ろの位置取りは避けましょう。背面切り。弾き後状況、よくなし。同じく正面外で使用。発生が恐ろしく早いので、正面以外に一度った際は常に警戒しておきます。以上が第一形態での全モーションです。形態変化後も全ての行動が引き継がれます。立ち回る上でちょっと難しいなぁと感じた行動は、出が速い指導好き。弾きの感覚が変わるダッシュ好き。反応が難しい背面切り、深淵巻き当たり。これらをクリアするため、なるべく距離感を一定に保ち、正面を維持することが安定させるコツかなという感触です。では、第一形態の対応から、スタンス、状態異常耐性ともに高いボスなので、用途主体で設計します。まずは基本コンボから参りましょう。横切り。横切り直後の切り上げには着攻撃。突きと縦切り。ループした切り上げ。
横切り以外からの切り上げは、すべてガードカウンター。非常にシンプルな対応です。一連の流れでさばいていれば、ディレイ気味の攻撃にもうまく噛み合うと思います。ダッシュ切り。弾くとのけぞってしまうので、納刀して反撃するか。ジャンプ強で統一。慣れるまでは普通に弾いて、距離を修正します。ダッシュ好き。密着を維持したい理由の一つがこの技。近距離は出がかりを弾いて、判定を無効化。フィニッシュを納刀反撃。中距離は納刀が間に合わない短い間隔で判定が来るので、戦技入力で判定をくぐるのが良さげ。しかし、背後状況になることに注意。遠距離は重なって判定が来るので納刀しても良いですが、戦技入力で統一する方がいいかもです。といった具合に、発動時の距離を見て判断する必要があるので、なるべく同じさばき方ができるよう、距離を一定に保ちましょう。狼の剣技。ガードカウンター。さながら、餅を、ついているかの、ように、フレームが、埋まって、思わず口元もほころんでしまいます。スタミナを見つつ、餅つきを楽しみましょう。と、ここで伝令来たり。先日のアップデートで、スタミナ不足によるガードブレイクの概念が消え去りましたので、思う存分弾けるようになったようです。心置きなく、弾き散らかしましょう。回転切り下がり。弾いて前捨てで距離修正。いろいろと試しましたが、カウンターを入れるのが困難。おとなしく、この後の中距離技に備えます。2回転足払い。個人差がありそうな攻撃です。交代したり、密着でないと好かりますが、2回弾いて、お祈りガードカウンターが安牌。妖刀が光っていれば、開放切りで後ろロリごと咎められますが、背面切りや回転切り下がりに対して負けて、縦切りに対しては、回避必須とお祈り気味。その他の攻撃は、一避け、弾き可能です。1回転板と統一するなら、弾いて回避も視野。私は、光っていればワンチャン狙って開放切り、光ってなかったり、第2形態などではガードカウンターで統一しています。2チャージの場合は、一避けできないので、手癖に注意です。飛び串刺し。剣と深淵の判定にムラがあるので、納刀や戦技のリスクが高め。剣判定でのけぞっておくのが安牌です。めったに見ないので、ロックオン制御するかどうかはお好みで。解放する隙は次の行動次第といった印象でした。深淵巻き。この技を出させないように立ち回るのが理想ですが、左後ろに立って予備動作になれるのはありだと思います。納刀で弾いて次に備えましょう。背面切り。同じく正面以外に一度ったら警戒して、素直に距離修正で良さげ。開放切りを当てるなら前捨てが必要ですが、2連続で使用されないよう祈らなくてはいけません。暫定の対応はざっくりこんな感じ。基本は弱とガードカウンター主体で、位置取りにリソースを割きながら立ち回ります。形態変化後はこれらの応用がメインとなります。全身に深淵をまとい、イケメン騎士様も本領発揮。追加されたり変化があるモーションは以下の通りです。深淵まとい。弾き後状況。よし。定期的なバフ、デバフの蓄積行動。追尾する人間性に当たると強制的にひるむので、追われた状態で立ち回るのはかなり危険です。5連切り。弾き後状況。よくなし。回り込みの A。2回転の B。
切り下げフィニッシュの C パートと捉えます。大げさな固定行動なのでタイミングさえ覚えてしまえばそこまで苦労はしないはずです。串刺し高速弾き負荷第1形態の飛び串刺しのつかみ版2回繰り返します。体感2回目の判定がちょっと早めな感じ。つかみとは別にビハインの爆発判定があるので注意。ダッシュ切り回弾き後状況よくなし。ダッシュ切り後に5連切りの B パート派生が追加されます。確定派生ではありませんが形態変化後は頭に入れておきましょう。ダッシュ好き回弾き後状況よくなし。ダッシュ好きには5連切りの A パート派生が追加されます。見てから反応は容易で5連切りと同じ対応でさばきます。ジャンプ避け可能な攻撃です。狼の剣技回弾き後状況よくなし。剣技後に足払い広範囲攻撃への派生が追加されます。足払いのめくり性能が高く餅つきに夢中で忘れがちな行動なので注意。飛び上がる攻撃には2回判定があります。ここからは長引けば長引くほどリスクが高くなっていくのでできるだけリターンも取っていきたいフェーズ。暫定版の対応は次の通りです。深淵まといチャネリング中は無防備なので殴り放題ですが素直に射程外まで離れるのが安牌。もし弾いて立ち回りたい場合は方向まで無理のない範囲で攻撃を入れつつブワッというエフェクトが見えたら弾き入力。追尾弾は小回りが効かないのでひたすらに密着していれば大体やり過ごせます。絶対に死ねない状況では無理をせず回避に徹しましょう。5連切り方向が来たら警戒。方向中に殴っても OK です。再現性を保つため正面に密着するように位置取ります。方向後左に移動したら5連切りの合図。A パートはジャンプ強 B パートを普通に弾いて先行入力気味に最速で置きジャンプ強。この時両頭のチャージ状況を確認してフィニッシュを後方回避。光っていればそのまま開放切り。光っていなければそのままバクステ攻撃。これで距離状況もバッチシです。フィニッシュのタイミングがつかみづらい人はジャンプ強後に後方回避を2回入れれば捉えやすくなると思います。集中すべき点はジャンプ2回目の先行入力のみ。これが遅れると狩られます。一見難しそうに感じますが覚えてしまえば操作自体はシンプル。一番やってる感を体感できるいなしなのでぜひ試してみてください。串刺し高速回避が苦手な方におすすめの対応。予備動作確認後少し距離を作って真後ろに回避。そのままアルトリウスをくぐるように2回前ステップ。最速解放弱攻撃で綺麗に正面を取れます。すべて最速入力だと噛み合わないので真後ろに避けた後ぐっと地に足ついたことを目測してから前捨てするイメージを持つとうまくいくと思います。離れすぎるとくぐれないことがあるのであらかじめ距離がある場合はその場で待機しましょう。納刀している場合は前歩きしながらすぐ抜刀前捨て開放で同じ動きができます。ダッシュ切り回ダッシュ切り後の B 派生は弾いて最速解放で噛み合います。派生する可能性を忘れないようにしましょう。狼の剣技回形態変化後は後派生があることを忘れないようにします。2回目3回目が来るかどうかではなく
これで終わるかどうか、という心持ちだと見落としづらくなる印象です。ガードカウンター後の密着具合ではめくられることが多いので、予備動作が見えたら、その場でジャンプ。しっかり着地したのを目測したら、後方回避2回でフレームを埋めて、そのまま開放切りで合わせます。中央の判定から外れることでリスクヘッジ。光っている場合は、若干背後気味となるので、追撃は控えて警戒しましょう。以上が、私がざっくり定めたアルトリウス戦の執行法です。ほとんどの攻防のリズムが心地よく、シーソーのような差し合いが楽しいボス。同士で弾いてみて、締めくくりとしましょう。スタミナ不足でガードブレイクすることがなくなったので、低レベル時でも立ち回りを変えずに済むようになりました。グラディウス異物の見つけていますが、溶頭死体の場合、これさえあればスタミナが枯渇することはほぼありません。今までスタミナ管理に割いていたリソースを弾くことに当てられるので、普段執行者を使っている方も使い心地がだいぶ変わったのではないかと思います。肝心のアルトリウス戦ですが、紹介した対応を流れの中で着実にこなしていきます。アルトリウスのナメレス同様、時折何も仕掛けない間を挟み、こちらの出方を伺ってきますが、基本はぐっとこらえて、後手に回ることを徹底します。致命の猶予は比較的長めなボスなので、落ち着いて強攻撃などを挟むのも、オツな選択です。溶頭のチャージ状況で対応が変わる場面があるので、慣れて確認する余裕が出てくれば、ダメージ効率もぐんと上がってくると思います。異物で開放切りも強化できるようになり、ビルドによってはかなりのダメージ源となるので、長い時間光ったままで放置せず、まずは致命後などの余裕がある隙間を使って、コンスタントに抜いておくことを心がけましょう。形態変化時は方向後の5連切りが確定しているので、強気に出ても大丈夫。スタンス削りを貯金するチャンスです。5連切りは次の派生などを気にする必要がないので、一呼吸入れつつ、ボタンの入力に集中しましょう。交代を繰り返すときは、だいたい深淵まといか、つかみ攻撃かの2択です。さっき形態変化したばかりなので、これはつかみだと大方予想がつけられます。と、補足はこんなところでしょうか。まずは弾きのタイミングから指になじませたいので、最初はわかりやすい攻撃にだけカウンターを差し込みながら、ひたすら弾くことから始めると良いと思います。では、討伐までしばしご歓談を。しっかりと最後を見届けて、ざっくり弾くアルトリウス、これにて終幕となります。縁も竹縄な DLC ですが、マンネリ化した今こそ、プレイフィールの全く異なる、執行するもの、を手に取ってみるのも一興でしょう。この手立てにより、わずかでも弾きの妙を味わっていただけましたなら、妨害の幸いに存じます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた、次の動画でお会いしましょう。